皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。インド芸人のナマステサニーです。今日のテーマなんですけれども、海外の友達を作る方法っていうテーマの動画になります。つまり外国籍の人と友達になる方法というので、今日はこのテーマについて話してみたいんですけれども、なんで今日このテーマにしようかと思ったかというと、コメントとか質問で海外の友達が欲しいけど作り方がわかんないですっていう質問がいくつかあって、海外の人と仲良くなる方法を知りたいっていうコメントがあったので、あえてこの動画にしてるんですけれども、この動画実は撮る前にね、サニーとどういう話しようかってちょっと打ち合わせしたんだけど、やっぱね、私たちからするとちょっと不思議な質問なんですよね。なので今日はそれについてもちょっと皆さんとシェアしたいなと思います。海外の人と友達になりたいっていうコメントのその意図っていうのは、やっぱり海外の人に対してちょっと壁を感じてしまうとか、日常英会話以上の会話ができなくていまいち腹割った話ができないとか、多分そういうことなのかなと思うんですけれども、それをどうやってやったらいいかっていうことですよね。この質問聞いた時にサニーはどんな風に思いました？すごい楽観的な部分で言うと、まずそういうモチベーションがあるっていうところはすごいいいことだし、これから世界で国境がどんどん少なくなってくると、そういうスキルというか興味っていうのが、そもそも大事になってくるので、そういうふうに思ってる人たちが結構いるっていう時点で、すごい素敵だなっていうのは確かにそうですよね。感じましたね。確かにすごいポジティブになれるようなことですね。確かに海外の人と関わりたくないですけどどうすればいいですかっていう質問よりは全然いいね。そうです海外の人たちと友達になりたいっていう、もちろんそのポジティブに思う部分もあるんですけども、どっか正直違和感に思うところも正直あって、っていうのは多彩な国とか都市でそういう風に考える人ってあまりイメージできないところがあって、っていうのはそもそも外人っていう言葉もすごいミスリーディングな部分もあって、外の人っていう風な表し方があって、そもそも部外者とか外の人みたいな感じで考えてしまうとそういう風になってしまうので、前提としてはみんな同じ地球人で一人の人間っていうところ、あまり自分と海外にはあまり差がない同じ人間なんだよっていう考え方っていうポジショニングを持つことによって結構変わるのかなっていうのもありますね。確かに日本の人って外国人っていう書き方が外の国の人っていう意味で、日本の人とそれ以外の人っていうのはやっぱり無意識的にね、言葉から分けちゃう人もいるかもしれないし、やっぱり育った環境的にも昔から例えば海外の人とかそういう外国の文化に触れて育つ人ってまだ日本だとめっちゃ珍しいと思うんですよ。自分から興味とか関心を持たない限りはやはり日本の空間ってすごい日本っていう感じで、特に島国だし本当に自分から能動的に動かない限り外のそういう人たちと交わることってないから、そういう概念が生まれやすいっていうのは確かにあるかもしれないですけれども、特にサニーとかね、カナダに留学してた時とかいろんなね国の人たちと関わる機会とかもあったと思うんですけれども、どうでしたかその時とか。まずそもそも外国人っていう言葉って一応 foreigners っていう風に直訳できるんですけども、そもそも foreigners っていう言葉もあまり使わないっていうのは正直ありますね。そもそも外国人 foreigner 何なのっていうのもあったりしますっていうのと、カナダのトロントで4年間住んだんですけども、みんなすぐに人々の出身地を聞かないっていうのは結構あるなっていうのを感じましたね。逆にトロントで生活してて初対面の人にどこ出身ですか Where are you from って聞くと、この人トロントの人じゃないなっていうのを逆にバレてしまうっていうのは結構あったりしますね。でどういうことが起きてるかというと、質問自体聞かないっていうのがそもそもあって、っていうのは結局みんないろんなストーリーがあったりするので、例えば中国人だけどカナダで生活してるっていう多彩な人たちがいるので、そもそもその質問を聞いたところであまりその人の本質がわからないっていうところがあったりして、それを聞いたところでどうするのっていうのもあったりするんですよね。極端な例なんですけども、日本であんまり初対面からいきなりどこの大学行ったんですかとか、年齢は何ですかとか、そういう質問を初っ端から聞かないっていうのと同じような感覚ですね。それを聞いてしまってその人を決めつけてしまうっていうのも良くないので、あまり聞かないっていうのも正直あったりしますね。日本だと結構そういうどこの国から来たのとかっていうのは聞くかもしれないですね。無意識だと思うんですけど、ついついやっぱり聞いてしまうというか、別にそういう深い意味はなくても多分興味っていう部分もおそらくあると思う。そういうのは結構確かにあるかもしれないけど、あんまりそういう考え方自体がやっぱりダイバーシティが強い組織であればあるほどないってことですよね。それを知ったところで何も起こらないからっていうところですよね。だから私ね、日本人なんでいわゆる海外の人とかと普段関わらなくって友達になって
ってみたいんですっていう人の気持ちもすごいよくわかるんですよね、私もやっぱ初めて学生の時とかに、例えばこう欧米の人とかちょっと自分と肌の色が違ったりとか風貌が違う人と話す時にやっぱちょっと緊張するなとか、人前で英語話すのすごく緊張するなみたいな気持ちもすごくよくわかるんですよ。だからそういう質問するっていうことも言いたいことはよくわかるんですよね。今日ね皆さんに伝えたいことの一つとしては、英語とかねやっぱ人前で話すの緊張しちゃうって思ってる日本の人いっぱいいると思うんですけど、海外の人でそういうの気にしてる人いないですよね、あんまり。下手だろこいつとか、なんかそんな聞いたことあります？そうです、気にしないし、逆にすごいリスペクトがあると思ってて、すごい勉強して英語を頑張って喋ってくれてるっていうのもあったりするので、そういうところは恐れなくてもいいし、前のビデオでも第二言語に習得した人って世界規模でもうすごい人数がいるので、気持ちを分かってくれるっていうのもあると思います。特になんか日本に来てる例えば海外の人とかだったら、むしろ全然日本の人と友達になりたいと思ってるし、なんか探してますよね、むしろ友達。なんかやっぱりね、日本の人ってね話しかけにくいって思われてるんですよだから逆にこう自分から積極的にこう仲良くなろうとしたらみんなびっくりして、なんかすごく仲良くなってくれますよね。例えば日本の中でそういう海外の人っていうかちょっとこうバックグラウンドが違う人と友達になりたいとか思った時ってどんな風に一歩踏み出したらいいですかね？大前健一さんみたいにその人が変わるには時間の配分を変える、住む場所を変える、過ごす人を変えるっていうところなんですけども、それが結構難しいっていうのはすごい気持ちが分かってて、僕もそれを実行したいけどなかなか難しいなっていうのはあったりします。なのでいきなりどっか海外に住むっていうわけじゃなくても、まずはちょっとコミュニティに一歩を踏み出すとか、そういう外国人が多い地域によく行くとか、そういうスモールステップで実施していく、ちょっとでもグローバルなカルチャーに触れ合うっていう方がより地道に海外の人たちと触れ合えるっていう意味では効率的かなっていうふうに思います。やはり何に関してもいきなり海外に行って英語が上手くないうちにその英語が喋ってしまうと挫折してしまうっていう人もいるかもしれないので、できる範囲で動いていけば目標まで到達できるのかなと思います。あと私はですね、例えばmeetup.com っていうページがあるんですけど、あれ確か全国にありますよね。全国の全世界で共通のプラットフォームなんですけど、割とイベントとかを開催してるプラットフォームで、そこは結構ね海外の人もアクセスできるやつなんですよ。英語で作られてたりするので、特に関東とか、都市部だったらそういうミートアップに行くと、例えばアメリカ人のイベントとかフランス語のイベント、ドイツ語のイベント結構あったりするんですよね。そういうところにちょっと顔を出してみるとか、そこでこう交流してみるとかでもいいと思いますし、 SNS を使ってそういったコミュニティに入るのも、割とこうねできるようになってきた時代なので、ちょっと踏み込んでみるっていうのはいいかもしれないですよね。すごい明るい内容の話だと思ってて、確かにね、そういうふうに思っている人たちがコメントで書いてくるっていう時点で、素晴らしいことだなっていう。確かに確かに、海外の人と友達になるって別に海外の人って分けずに普通に友達になる感覚で声かけてみたら全然いいと思うし、そうですね、そこであんまりハードルがないっていうのを自覚してほしい。そうですね、それをなんか感じちゃう気持ちもよく分かるので、それがダメって意味じゃないけど、実はそういうのは思い込みで、そういうのあるわけじゃないよっていうところですよね。まずじゃあ友達欲しいっていう方はまずサニーと友達になったらいいですかね。一緒にカレー食べに行きましょう。そうですね、カレー食べたい方はじゃあコメントいただけると、リクエストお待ちしております。美味しいカレー屋さん発掘したいなと思います。今日は海外にちょっとどうやって友達になろうかっていうところでいろいろお話ししてみました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をぜひ評価ボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。